こんにちは。今日は日産ノート e-POWER のインバーターを分解します。e-POWER は日産が出しているハイブリッドシステムのことなんですけども、これは方式で言うとシリーズ方式のハイブリッドシステムです。シリーズ方式のハイブリッドシステムにどういった特徴があるのか、そしてそれらの特徴を実現するためのインバーターの内部回路について見ていきます。その前に今日のスポンサーの JLC-PCB の紹介です。どうぞ。安くプリント基板を作るのなら JLC-PCB というのがいつもの宣伝なんですけども、今回は展示会についての告知です。2025年1月22日から24日まで東京ビッグサイトで開催されるネプコンジャパンという展示会に JLC-PCB が出展します。展示の見どころとしては JLC-PCB が出しているプリント基板の各種サンプルが一斉に見られるようになっています。実際どのくらいのクオリティでプリント基板を作ってもらえるのかなっていうのを実物を見ながら確認してもらえればと思います。来場者限定でプレゼントも用意しています。去年はフルカラーのプリント基板やプリント基板定規、あとは JLC-PCB で使えるクーポンなどをもらえたんですが、今年はどうなのか楽しみですね。あとは一見チャンネルの視聴者限定なのですが、 JLC-PCB のブースで一見の動画を見たと伝えてもらえると、その場でオリジナルプリント基板をお渡しします。こちらは数量限定で3日目最終日には品切れになる可能性があるので早めにお願いします。ということでぜひ JLC-PCB のブースにお越しください。まずはシリーズ方式のハイブリッドシステムについて解説していきます。こちらが e-POWER に採用されているシリーズ方式のハイブリッドシステムです。e-POWER の構成要素はエンジン、発電機として動作するモーター、インバーターが2つ、バッテリー、そして駆動用のモーターです。この方式の一番の特徴は何であるかというと、エンジンは発電専用であるということです。エンジンは車輪を回すためではなくて、発電用モーターを回すためにあります。シリーズ方式のイメージとしては、発電機を搭載した電気自動車、そんなイメージです。この部分が発電機、そしてこちらの部分が電気自動車です。こちらの図を使ってエネルギーの流れをいくつか紹介してみたいと思います。電気自動車で動くモードと、そして発電機が動くモード、そういったモードがいくつかあります。例えばバッテリーからの電力を使ってモーターを回すときですね。これは普通に走行している状態です。電気自動車的な走り方ですね。走行している状態から今度ブレーキをかける。実際には回生ブレーキになるわけですけども、そうすると車の運動エネルギーや位置エネルギーが回収されてバッテリーの方に移動していきます。つまりバッテリーを充電しているわけです。次はエンジンが動いている場合を考えます。エンジンに接続された発電用モーターが回ってバッテリーを充電するだけの状態もありますし、発電機の電力でバッテリーを充電しつつモーターに電力を供給して車輪を回す、そういった動作もできます。またモーターが回生の動作をしているときはですね、車輪からですね、エネルギーが入ってきてバッテリーを充電、でエンジンからもバッテリーを充電、そういった状態もあります。このようにエンジンを発電だけに使っているわけですが、メリットがあります。それは何かというと、エンジンを熱効率の良い回転数、負荷条件で使えるということです。エンジンは回転数や負荷条件によって燃料の消費量が多くなるのですが、e-POWER の場合は発電した電力をバッテリーに振り分けたり、あとはモーターの方に振り分けたり、そういった動作をすることでエンジンの美味しい動作領域、つまり熱効率の高い領域を使うことができます。なのでこういった方式でも燃費が良くなるわけです。一方でシリーズハイブリッド方式にはデメリットもあります。それは何かというと、高速走行時に他のハイブリッドシステムを搭載した車より燃費が悪くなる場合があることです。まず最初に街中を走っている場合を考えてみましょう。街中ですと最高時速は60キロくらいですし、ストップ&ゴーも頻繁にあります。なのでバッテリーだけの電力で走行可能です。またエンジンも熱効率の高い領域で動かすことができます。では高速走行時はどうかというと、空気抵抗の影響がかなり大きくなってきて、バッテリーだけの電力では走行できず、エンジンで発電した電力も使う必要があります。そうしますとバッテリーだけの電力では走行はできず、エンジンで発電した電力をモーターに伝えてあげる必要があります。この時にどういうエネルギーの流れになるかというと、エンジンから出たエネルギーで発電モーターを回転させると。そしてですね、それを一回インバーターに入れるわけですね。ここで一度直流に直るわけです。そしてですね、もう一回インバーターに入っていくんですね。これはモーターを回すためのインバーターです。そしてモーターというエネルギーの流れです。
ここでそれぞれのロスについて着目してみると、発電モーターで電力損失、ロスが発生していますし、そのインバーターでもですね、損失は発生しています。そしてもう一度モーター用のインバーターを取るので、ここでも損失が発生します。その後モーターを回すわけですけども、このモーターでもですね、損失が発生するわけです。なんか結構無駄が多いような気がしますね。では他社の場合どうなっているのか見ていきます。例えばトヨタ車に使われているシリーズパラレル方式のトヨタハイブリッドシステム2の場合ですと、エンジンのパワーを動力分割機構を通じて駆動軸に伝えて走行ができます。ホンダのパラレルハイブリッド方式の e:HEV ですと、エンジンをクラッチを介して駆動軸に直接接続することもできます。そして日産のシリーズハイブリッド方式はどうかというと、エンジンを駆動軸につなぐ手段がないので、この分ですね、損失が大きくなってしまいます。でですね、実際シリーズハイブリッドのロスの分が燃費にも現れています。これはカタログ値での燃費比較になりますが、ePower は WLTC モードですと燃費は 28.4km パーリッターですし、高速道路モードですと 27.1km パーリッターとなっていて、コンパクトカーという分類で他のハイブリッドシステムを採用している車と比べて燃費は少し悪くなっています。これまでシリーズ方式の構造について解説してきましたが、これからは実際にePower のインバーターを分解していきます。実際に分解していくんですけども、こちらのインバーターはノートの2023年の4月に製造されたノートから取り外したものです。比較的新しいものかと思います。まず上から見ていくと、この部分に駆動用のリチウムイオンバッテリーが接続される端子があります。そして画面右側のこちらについてですが、ここはモーターまたは発電機が接続される部分です。これですね、実際車体から取り外したこの状態で買ったので、モーターか電動機どっちが接続されるのかはよく分かっていません。そしてちょっと角度を変えてみますが、ここが冷却水の出入り口です。こちらもどっちから水が入ってどっちから水が出ていくというのは分かりません。実際に動いているところを分解するか整備マニュアルを見れば分かるかと思います。そして反対側にして裏面も見ていきます。はい。そうするとこの部分からもバスバーが見えています。これも電動機か発電機どっちかに接続されるものです。この下部のカバーを外していきましょう。はい。まず黒い樹脂部品が出てきました。こちらはフィルムキャパシターパナソニック製です。いろいろケーブル類が刺さっていて邪魔だったので全部取り外しました。そうするとフィルムキャパシターを持ち上げて、分解することができます。個別の部品を説明していく前に全体的な構造を確認していきます。今取り外した部品こちらあるのですが、これはフィルムキャパシターとそしてバスバーを組み合わせた部品です。銅のバスバーがこのように2枚ありまして、そのバスバーがここにあるフィルムキャパシターに接続されるようになっています。こちらのフィルムキャパシターの役割ですが、モーターと発電機に流れる電流の瞬間的な供給が主な役割です。バスバーのこの部分にリチウムイオンバッテリーが接続されて常に電圧があるような状態になります。こちらのバスバーが内部の他のコンポーネントに接続されるような構造となっています。キャパシターのバスバーだけ取り外したんですけど、こんな感じですね。他のコンポーネントに接続されている部分はちょうどこの部分と、そして画面右側のこの部分です。パカッと持ち上げるとこうです。他のコンポーネントは何かというとパワー半導体です。プリント基板が2枚積層されたものがありますが、その下にパワー半導体がいます。このプリント基板上の回路の主な役割ですが、パワー半導体の制御です。パワー半導体を制御することで電動機、発電機に流れる電流を制御して、車の加減速、発電電力の制御、バッテリー充放電、エンジンブレーキの制御を行います。このプリント基板とパワー半導体のセットが2つあります。見た目もかなり似ているので、全く同じものを使用しているのでしょうか。後で確認してみます。パワー半導体を通った後にもバスバーが2つ伸びていますが、これはパワー半導体と外部にある発電機、電動機を接続するためのものです。バスバーと一体化している樹脂部分からフレキシブルプリント基板が伸びています。これは多分電流センサーの信号を通すためのものですね。こちらも後で分解してみます。ある程度概要が分かったので、全体を回路図で書くとこのようになります。こちらの赤枠で囲った部分が先ほどのインバーターユニットの中に入っています。電池が外部にあって、そこにターミナルで接続されると。インバーター、これは制御回路とパワー半導体モジュールのことなんですけど、それが2つあって、それぞれが発電用のモーターと駆動用モーターに接続されると。この回路中にある電線は全てバスバーで行われている、そういった構造になっています。実物を見ても、そして実際の回路を見ても分かる通り、かなりシンプルな作りになっていると思います。
ここで電力の流れを実物を使って見てみます。仮に左側を車輪側に接続する電動機、もう一方をエンジン側に接続する発電機モーターとします。まずはエンジンが止まっている場合で考えてみます。左上にあるバッテリーが接続端子からモーターの方に電力が移動すると走行している状態ですね。実際にはバッテリーの直流電圧がインバーターに入ってモーターを回すための交流電圧に変換されてバスバーを通ってモーターに接続されます。回生ブレーキを使う場合はどうなるかというと、今度は電動機の方からバッテリーの方に電力が移動します。つまりバッテリーを充電しているんですね。次はエンジンが動いて発電機が回っている場合を考えてみます。そうすると発電機が接続されてパワー半導体を通ってこの発電機側のバスバーのところで何かしらの電力のやり取りが発生しているわけです。まずは発電機でバッテリーを充電しているモードがあります。バッテリーの方に電力が行くモードです。これは単純に発電機でバッテリーを充電するモードですね。惰性で走っていたり停止している時なんかにこうなります。次に走行中に減速する場合を考えてみます。そうするとまず発電機からの電力がバッテリーの方に行くと、次電動機の方からの回生電力も来るんですね。そうすると発電機からの電力と電動機からの回生電力の両方でバッテリーを充電するモードになります。それ以外にも発電機からの電力でバッテリーを充電、かつ電動機を回して走行している、そういうモードもあります。また発電機の電力、そしてバッテリーからの電力の両方を使って電動機を回すモードもあります。これはアクセルを思いっきり踏み込むとこうなりますね。あとはエンジンで発電した電力を使って走行しているモードです。これはバッテリーの残量が少なかったり、高速で走行しているとき、このモードになります。ちなみにノート E パワーにはセルモーターはありません。というのもエンジン始動時は発電機をモーターとして使うからです。次は特殊なケースを考えてみます。長い下り坂で回生ブレーキを使っていたとしましょう。そうするとバッテリーが満充電になります。満充電になった後は回生ブレーキが使えなくなるんですね。そうすると位置エネルギーで車が加速してしまうのではないかと思うのですが、そうはならないようになっています。どうするかというと、モーターからの電力を発電機側に移動させるんですね。つまりモーターを発電機として、そして発電機をモーターとして動作させて、こちらの発電機、今はモーターとして動作していますが、そこに接続されているエンジンを強制的に回転させます。エンジンブレーキを使うわけです。この時エンジンは燃料噴射していないので燃料消費はゼロです。発電機とエンジンを使ったエンジンブレーキでも間に合わない場合はフットブレーキで位置エネルギーを熱に変えるわけです。ここからは個別の部品について見ていきます。まずはこちらのキャパシターです。パナソニック製のフィルムキャパシター、電圧は定格 450V、1010マイクロファラドです。パナソニック製はよく使われていますね。こちらのバスバーを取り外していますが、このようにバスバーが2枚あってラミネート構造になっています。このように取れます。バスバーのインダクタンス値をなるべく小さくするための構造です。バスバー同士の絶縁は紙ベースとなっています。紙といってもペラペラの紙ではなくてかなり頑丈で破れない紙です。今回は断面構造までは確認していませんが、紙でプラスチックをサンドイッチした構造の絶縁歯科と推測しています。実際の絶縁は真ん中のプラスチックが担うというものです。以前韓国のヒョンデアイオニック5を分解した時にも絶縁紙が使われていましたが、それと同じ絶縁方式でしょう。ただ今回のノートのインバーターの電圧階級は 400V クラス、アイオニック5は 800V クラスであったという違いはあります。バスバーの絶縁も今回は絶縁紙を使っていましたが、樹脂でやる場合もあります。これはトヨタの5代目プリウス ZVW60 のパワーコントロールユニットから取り外したフィルムキャパシタです。バスバーの部分は樹脂で絶縁されています。バスバーに開けた穴の部分に他のバスバーを通すといったことをやっています。このような立体的な構造の絶縁には絶縁紙は使いにくいので樹脂を使うということでしょうか。一方で日産ノートの場合ですと平面的な構造なので絶縁紙を使うといったことをやっています。それぞれ適材適所の材料を使うということですね。ちなみに上側のバスバーと下側のバスバー、ちょっと違い分かりますか？上側はまっさらな銅板なんですけども、下側のバスバーはちょっとボコって飛び出ている部分がありますね。これはネジ止めするときにバスバー同士をしっかりと押さえつけるための突起です。自動車で振動なんか結構厳しいからこういう風なことをやっているんでしょうかね。さらに回路を見ていきます。こちらのバスバーは一旦取り外してしまって、プリント基板が乗っている部分見ていきましょうね。
取り外すとこのようになっています。なるほど。一番下にパワー半導体モジュールがあって、その上にプリント基板が2枚重なるようになっています。先ほども説明しましたが、プリント基板上の回路は主にパワー半導体を制御するためのものです。一番上には東芝のマイコンが載っています。回路を見るに制御基板回路ですね。裏面なんかを見てみるとこんな感じで、玉川製機のレゾルバー IC とか色々載ってます。その下の基板を見てみると、こちらはゲートドライブ基板ですね。裏側を見てみると、ゲートドライブ IC が載っています。BM60060 とあるのですが、これはローム製のゲートドライブ IC です。一番上には東芝製のアームコアマイコンが載っています。こういったところに使われるマイコンだと、インフィニオンとかルネサスのものがよく使われるイメージなんですけども、東芝も車載用のマイコンやっています。パワー半導体は三菱電機製の IGBT CT700C J1A060 でした。裏面にアルミフィンが立っていて、直接水冷できるのが特徴です。これは自動車用に設計された 6-in-1 タイプの IGBT パワーモジュールです。定格は 650V700A なので、かなりハイスペックなものとなっています。このクラスだとさすがにシリコンカーバードの MOSFET は使わないで、シリコン IGBT を使って安くするといったところですね。先ほど同じ見た目のコンポーネントが2つあると言いましたが、実際どうなのか比べてみましたが、2つとも同一の基板で使われているパワー半導体モジュールも同じでした。なるべく部品を共通化して単価を低くしていこうということかと思います。特にノートなんかは台数が出る車ですからね。それに他の日産 e-POWER の車にも流用ができそうですからね。次は IGBT モジュールの3層側に接続されるバスバーをそれぞれ見ていきます。こちらです。こちらのバスバーの部分に電流センサーがついていました。こんな感じで簡単に取り外せます。これですね、2つとも多分同じものを使っていますね。こんな感じで交換してもカチャっていう風につきます。こちらの電流センサー内部を開けてみると、鉄芯が3つありました。基板があるんですけども、これも簡単に取り外せます。どうやらホール素子を使った電流センサーのようです。こちらの鉄芯の真ん中にギャップがあります。その部分にホール素子を差し込む方式です。鉄芯には金属系のものが使われていました。モーターの周波数も数百ヘルツくらいかと思うので、その電流が読めれば OK ですからね。もう一つのバスバーについている電流センサーも見てみましたが、こちらも全く同じ構成、同じ部品が使われています。やはり共通化できるところは共通化してしまおうというところですね。そして最後になりましたが、IGBT パワーモジュールを外したところに見える冷却水が流れるところを見ていきます。基本的には水が流れてきたら横に流れる風になっています。水の入り口はどこかというと、動画の冒頭で説明したんですが、ケースの上側に冷却水の出入り口があります。このケース取れるんですね。ちなみにケースのここ飛び出ている部分がありますが、これは温度センサーですね。冷却水の入り口、どっちがイン、アウトかは不明ですが、多分モーター側の IGBT を先に冷やすような冷却水の流れ方をしてるんじゃないかなと予想しています。というのも、モーター側の IGBT の方が動いている時間長いかと思うので、そちらを先に冷やす。そんなことをやっているんじゃないかなと予想してます。仮にですね、こちらから先に水が入ってきたとしましょう。そうすると最初この部分に水が入っていきます。そして裏側を通っていくのですが、この時 IGBT の冷却フィンに水が当たって冷えると。ここから水が出てきて、次はこちらの方向に進んで、また裏側に入っていきます。同様に IGBT の冷却フィンに水が当たって冷やされます。そしてこちらから出ていきます。他のインバーターの冷却の例ですと、アルミケース内の冷却水が通るところに溝を掘って、その裏側に部品を当てて冷却するということがやられている場合もあります。ただノートのインバーターの場合はかなりシンプルな作りをしているので、部品点数もそこまで多くないですし、IGBT モジュールだけを冷却すれば OK ということですね。というわけで今日は日産ノート e-POWER に使われているインバーターを分解してきました。e-POWER はシリーズハイブリッド方式なので構造的にはそこまで複雑にはならないだろうと予想していましたが、実際に分解してみると予想通りシンプルな構造となっていました。プリウスのインバーターと比べるとそのシンプルさがよくわかるんじゃないかと思います。プリウスは中に昇圧回路とか色々入ってるので構造的にはどうしても複雑になってしまうんですけどね。プリウスのインバーターや他のインバーターの分解動画については概要欄にまとめていますのでぜひ見てください。もしこの動画が役に立ちましたらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。安くプリント基板を作るのなら JLC PCB というのがいつもの宣伝なんですけども、今回は展示会についての告知です。
2025年1月22日から24日まで東京ビッグサイトで開催されるネプコンジャパンという展示会に JLC-PCB が出展します。展示の見どころとしては JLC-PCB が出しているプリント基板の各種サンプルが一斉に見られるようになっています。実際どのくらいのクオリティでプリント基板を作ってもらえるのかなっていうのを実物を見ながら確認してもらえればと思います。来場者限定でプレゼントも用意しています。去年はフルカラーのプリント基板やプリント基板定規、あとは JLC-PCB で使えるクーポンなどをもらえたんですが、今年はどうなるのか楽しみですね。あとは一見チャンネルの視聴者限定なのですが JLC-PCB のブースで一見の動画を見たと伝えてもらえるとその場でオリジナルプリント基板をお渡しします。こちらは数量限定で3日目最終日には品切れになる可能性があるので早めにお願いします。ということでぜひ JLC-PCB のブースにお越しください。一見が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です。詳しくは概要欄から。